もう大好きな人たちの顔がいっぱいステージにあって、こんばんは皆さん。私はレミューズというブランドでメンズレディースのオーダーメイドスーツを販売する会社を経営させてもらっています。今日皆様にお伝えしたいテーマは、思いが未来を作るということです。私は幼い頃からファッションが大好きで、もう短大卒業後は迷わずファッション業界に就職して、ファッションの世界で得た知識を財産に、足りない知識を補うよう転職し、最後にたどり着いた業界がオーダーメイドスーツの世界でした。実はスーツには全く興味がなかったんですね。たまたまちっちゃい求人広告の1枚の写真にオーダースーツの販売募集って書かれているのに目が留まったんです。今思えば運命の出会いです。オーダースーツの仕事って既製服と違って衝動買いではなく、お客様が一人一人目的を持って買いに来られます。その目的を叶えるための一着を作るのに私たちは魂を込めるんですね。人と深く関わる仕事なのでコミュニケーション力も必要だし、私はこれまでアパレルの業界で培った知識を生かすことができて、さらに手に職をつけながら働くことができるこの業界に、期待に胸を膨らましていました。ところが入ったスーツ業界っていうのは私の期待に大きく反する現状でした。機械化と海外縫製が進んで、価格を下げないといけないので価値を下げるっていうようなあり方になっていたんですね。接客も簡略化されて、人と寄り添うっていう姿勢はおざなりになっていました。オーダーメイドなのにオーダーメイドしていない。私はこの業界の未来に不安を覚えたし、仕事をしていて何の楽しみも見出せずにいました。そんな現状なので、服の作り方を教えてもらうという教育も全く整っていなくて、服作りができない状態でお客様の目の前に立っても真心を込めた接客はできない。いつしか私は得意だった接客をすることも怖くなって、毎日辞めたいって気持ちと吐き気でもう吐き気と辞めたいのループで、それでも辞めずにやり続けることができたのは、自分が習得した技術で必ず人を幸せにしたいっていう強い思いがあったんですね。そこからはもう一人で猛勉強です。200人300人のカルテを読み漁って、自分の体を自分でひたすらメジャーリングして、どうやったら人がかっこよく、そして着心地がいい服を作れるのかっていうのを、時間があればずっと勉強しました。何が不要で何が必要な知識かわからないので、本を買ってきて書き写して丸暗記して、夜になったら学校に通う、そんな日々を3年近くですかね、一人で過ごして、ようやく知識と技術に自信がついた28歳の時に自分のブランドを立ち上げ起業します。当然ですけど、お金も人脈もお客様ももちろん経営ノウハウも何にもない中での起業で、それでも私には一つだけ誰にも負けないと思えるものがありました。それは100年先まで愛されるブランドを作るという今でも変わらない強い思いです。自分がこの世の中から消えても生まれ続ける価値を創出して死にたいと思ったんです。自分の人生をかけてもやりきれないぐらいの壮大な夢だから、この人生をかける価値がある。私はこのために生まれてきたし、今でもそう思ってミューズを経営しています。ところが現実は甘くなくて、オープン当初にお金がない状態でお店を作ってしまったので借金まみれになります。お会いする方々には、誰にお金を出してもらったのと、家が金持ちなのか、お客さんから出してもらったのか、とにかく女性の起業はこんなにお金の話をされるのかと思い知らされました。次に10着も売れるはずがないと、耳に入る言葉はもうマイナスな言葉ばっかりで、それを後押しするかのようにお店にはお客様が来ない。私は一人お店でうなだれていました。とてつもないことをしてしまったんじゃないかと、なんてバカなんだろうって思ったんです。そうして気づいたらお店で気絶していました疲れてたので意識が飛んでしまっただけかもしれないんですけど、目が覚めた時には時計の針が数時間過ぎていて、
それと同時に自分の中の何かが大きく変わってたんですね。なんか何に怯えてたんやろうって思ったんです。今自分が失うかもしれないと思っているお金とか人脈とかお店とか味方とか、生まれた時持ってたもの何か一つでもあったかなって。ないです。生まれた時からみんなが平等に持っているものって可能性しかないです。だったらこの強い思いさえあればどんな未来だって切り開いていけるんじゃないかって思ったんです。100年前も100年先も変わらないものがあるとすれば、それは人の思いだと思うし、その思いのバトンを次世代につないでいった人の心が今会社として企業としてブランドとして残っている。私はそう思っています。ブランドってシャネルとかエルメスとかそんな大きいものじゃなくて、例えば10人未満の会社だったとしても、そこに人の心が流れてたらそれがそのままブランドだと私は思っています。そこからこのもう熱い熱い思いをお会いする方々に語っていきました。服を売りたいんじゃなくて、また会いたいと思ってもらえる人になりたかったし、訪れること自体に価値があるお店を今の時代に作りたかった。だから24時間服のことを考えるのではなく、24時間お客様のことを考えました。たった目の前の一人のために夢中になれる仕事をしようと。そしたら気づいたら目の前に今もいっぱいいてくれてますけど数百人のお客様がいてくれるようになりました。月何着売れたとか客単価いくらとか本当にどうでもよくて、ただがむしゃら、このまま一人で服作り続けてたら私いつか死ぬなって何回思ったかわからないぐらい思いました。だけどそこには常に感謝しかなかったです。そうやって感謝して過ごしていると結果はついてきて、2年間で本当にお店の売り上げはうなぎ登りでした。その頃ちょうど関係者の方々に東京出店を提案されるようになります。変革へのパッションが強い私なんですけど、これはすごく迷いました。売上シミュレーションや事業計画を書くのがとても苦手な私なんですけど、何度も何度もシミュレーションして何回やっても倒産って答えしか出ないんですよ。それでもまたやるんですよね。10回11回12回ってやって同じ答えしか出ないって思ってたんですけど、ようやく自分がどうしたいのかっていう答えが出ました。やりたいんやなと、可能性を可能性で終わらせたくないんだなと気づいたんです。そこで覚悟を決めます。場所は六本木。私の中では六本木ってテレビの中だけの世界なんですよ。行ったことがなくて、だからいろんな人にね聞いたんです。六本木ってどんな街って。そしたらみんな言いました。酔っ払いの街、外国人の街、ホステスのお姉ちゃんがとにかく多いと。で昼間歩いて買い物してる客なんて一人もいないよ勝さんって言われたんです。私はまた不安に苛まれます。だけどどこでやるか何をやるかじゃなくて誰がやるかでしょって。人は銀座にあるから来るんじゃない、ここに美術があるから来たいって思うんだ。私が作りたいお店はそんなブランドじゃないかと、もう一度自分を鼓舞して六本木のオープンを迎えます。ところがオープンしてすぐランニングコストが5倍にまで跳ね上がってたんですね。大阪の時の悪夢再びよみがえるっていうような状態で、で唯一の収入源は大阪のお店だけだったんですけど、私が抜けたことで大阪も売り上げが上がらなくなって、もちろん六本木はお客さんがいない。私は1ヶ月のうちの1週間大阪に帰って、1週間で1ヶ月分の売り上げを立てて東京に戻ってきて、残りの3週間で新規顧客の開拓と服作りと社員教育と経営にまつわる全ての仕事をしました。もちろんやりきれるわけがないです。犠牲になってしまったのは大切な社員とのコミュニケーションの時間でした。お店を立ち上げるために集めた社員とは心を通わす時間がなかったため、気持ちが全く通じ合っていない。価値なんて提供できるわけもなければ、いい仕事が生み出せるわけがないですよね。私はそこで今でも忘れない決断をします。お店の店番の女の子を一人残して、あとは全員解雇という決断をしました。追い打ちをかけるかのようにオープンして2週間で1階の店舗が水浸しになって浸水してしまうんですね。
建物が古かったので解体工事とかの際に多分いろんなところに穴が開いてしまって、スタッフはいなくなって、一番売り上げを立てたいオープンして、1ヶ月も経たない2週間でお店は浸水、ブルーシート、開店休業、ランニングコストは5倍、お客様はいない。夢への階段を上っているはずが、なんかいろんなものを失っていってるような気持ちになって、それでももう立ち上がれないって思ったからが勝負じゃないですか。そこからがいつだって勝負っていつだって思うんです。だからまた立ち上がって、大阪の時みたいに夢を語ったらきっとお客さんは来てくれると思って一生懸命営業したんです。それでも服が売れない、全く思いが伝わらなくて、人に会えば会うほど私は疲れて倒れそうになりました。その時の私の生活は夜中の3時まで六本木の店舗で一人で仕事をして、疲れた体を引きずりながら歩いて家に帰るという日々でした。帰りの六本木では酔っ払った男女の騒ぎ声と大音量のクラブミュージック、警察とパトカーのサイレン、顔を上げたらそんな景色で、下を向いたらゴミとタバコの吸い殻をかき分けながら帰る。なんか私は目に映ってる全ての人と自分自身が全く違う人間のように思えて、私はこの場所で一人なんじゃなくて世界でたった一人なんじゃないかと、どうしようもない孤独に襲われて、もうこれまで自分を救ってきた言葉の羅列が一切通用しなくなったんです。生命力が失われていくなら、それでも朝起きたらまた勝智美をやらないといけない、また夢を語らないといけない。私は当時もう食べ物も喉を通らなくなってしまって、今より7キロ痩せていました。ふと立ち止まって考えたんです。なんでなんやろって。そこには行きたくない交流会に無理やり参加して、入りたくないコミュニティに入って、使いたくない言葉を使ってどうにか人とつながっている自分がいました。大阪の時にしてたみたいに夢を語っていたのではなく、私がしていたのはただのセールストークでした。服を売りたくて必死だったんです。そんな自分に共感してくれる人が現れるわけがないです。自分の心と行動、心と言葉が違うことは自分自身さえも苦しめることになる。私はそのことに気がつきました。そしてある夜、真っ暗な部屋の中でとうとう自分に問いかけます。もうやめたいって。そしたら、やめるぐらいだったら死ぬって答えが返ってきたんです。死ねないじゃないですか。私はもう一度自分を苦しめているものと向き合いました。それは倒産の危機でもお客さんがいないことでもなかったです。私は仲間がいないことがすごく苦しかったんです。自分の夢を同じように信じて、同じ方向を向いて進んでくれる仲間がいないことがすごく苦しかった。どれだけ辛い時も人に話さずに自分一人で乗り越えていかないといけないと思ってました。一人でできることなんてたかが知れてるのに、私を一人にしていたのは自分自身でした。そのことに自分で気づいてからは流れが変わったんです。2人の仲間と出会います。1人は経営をされてた方で、私はその人に自分の弱いところも壮大な夢も6時間かけて全部喋ったんです。それからしばらくして、ある日彼は私にこう言いました。勝さん、事業手伝うよって。私は断りました。手伝うなんていらない。やるんやったら両足突っ込んでやって、今あなたが自分の事業で叶えようとしていることの全て私と一緒だったら叶えられるからって何の根拠もないのに言ったんです。彼はたったの2分だけフリーズして私にこう言いました。勝さんが100年かかるって思ってる景色、自分が生きてる間に見える景色に変えるよ。一緒に時代に一石を投じようって言ってくれたんです。今のうちの CMO です。そしてもう一人の仲間は神戸の会計事務所で8年間働いている30歳になって実家を出たことがない女の子でした。私はその子に、人生輝かそうよ、六本木の責任者やってっていきなり言ったんです。アパレル経験もない子に。彼女からしたら多分雷が落ちてきたような出来事だったと思います。彼女は1ヶ月後、私にこう言いました。会計事務所の先生の顔、クライアントさんの顔、たくさんの人の顔が浮かびました。きっと両親は私が実家から出るときはお嫁に行く時だと思っていると思いますと。だけどね、初めて自分の人生を
自分のためだけを考えて決断しました。だって自分の人生のオーナーは自分だけでしょって。スーツケース一つで東京行っていいですかって言ってくれたんです。もちろん私は即答イエスですよね。彼女は今人望厚い責任者に成長してくれてマネージャーを目指してくれてます。私にもう一度自信を取り戻させてくれたのは2人の仲間の存在があったからです。2人の仲間と出会って仲間のようなお客様が増えていって、気づいたらお店がまた盛り返していて、2018年の2月、六本木オープンから2年、起業から5年経った頃、私たちはテーラー業界で初の快挙となるミラノコレクションの出場を果たします。コレクションの前日、私は5年前の自分に感謝しました。5年前、このミラノにつながる道を走り出したあなたは、こんなことを想像もしてなかったでしょうと。その時私が持っていたのは思い、たった一つです。思いの力は偉大です。どんな未来だって切り開く原動力になるし、仲間を見つけるサインになるし、自分をもう一度立ち上がらせてくれるエールになります。いつだってそんな一人の思いが世界を変えてきたって思うんです。今当たり前のようにあるこのマイクだって時計だってこの会場だってもともとは何一つ存在してないものです。誰かの強い思いから iPhone は生まれたし、私たちの夢を叶えるって言われているビクトリースーツだって生まれたんです。思いは目に見えないけどあらゆるものを育む根源だと私は思っています。信じた道を歩いていると傷だらけになります。いろんな困難に直面します。だけど立ち上がり続ける限りどんな過去だってヴィランに変えられる瞬間が来ます。頭で考えることは心で感じたことを超えることはできないです。今何を持っているかではなく、あなたの中にある思いを大切にしてください。それがまだ見つからない人は探し続けてください。人生をかけて探し続けてください。それが本当のあなただけの人生になる。未来は自分の中にあります。思いが未来を作ります。ご清聴ありがとうございました。